ちら1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたが今の現状から大逆転をするとき、それはどんな変化が訪れるのかというのを見ていこうと思います。よろしくお願いします。かわいいですね。新しいオラクルカードゲットしました。はい。ということで、こちらのオラクルカードは最後にアドバイスとしてもらっていきます。今回のリーディングはオラクルカードを使って見ていきます。はい。ではこちらのオラクルカードから、スプレッド展開で見ていきましょう。原因だったり、どのように変化していくのか、どんな大逆転となるのかっていうところを全部もらっていきます。まずは軽くシャッフルしていきます。こちらのオラクルカードは正逆採用とはなっているんですが、今回は正位置で見ていきます。まず原因となるものです。そして今のあなたのお気持ち、もしくはね、心の中の声という風にしてもらっていきます。そしてこちらがきっかけとしてね、変わっていくきっかけもらっていきますね。はい、何がどのようにという具体的なことをもらっていって、そして最終結果と対策、どんな大逆転が起こるのか。はい、ではこの全部で7枚でもらっていきます。そして足りないところにルノルマンとトランプ使いながら見ていこうと思っています。それではあなたが現状から大逆転すること、それはどんなものなのかというのを見ていきます。こちら一番下に出しているものが現状とか今のあなたのお気持ち、そして足りないものだったりするんですね。このカードを見ていると、あなたの進んできた道、そして自分のやり方や進み方に疑問を持っているっていう現状の方がいらっしゃるのかなと思いました。この自分の決めた道は良かったんだろうか、そして自分が歩んできた道は正しかったんだろうか、どこか後悔するような思いも感じられます。もしかしたら目標を見失ってしまったとか、目標に到達していない焦りを感じているっていう方もいるかもしれません。そして自分の中で完結してしまった、自己完結してしまったんだよっていう方もね、いるかもしれませんね。常に自分が一番でなければいけないとか、成果を出さなければいけないというふうに、自分の立ち位置、数字、トップに立つ、そのようなことを考えていたのかなっていうのが出てきています。こうでなければいけないっていうふうに、自分をがんじがらめにしてしまっていたんだっていうふうに感じました。中には自分を傷つけてでもこの道を進んでいくんだっていうふうに感じてらっしゃった方もいるのではないかと思います。または自分の目標、狙い、こうなりたいっていう願望があるんですが、それに向かって自分が進んでいけない、思うように道が開けていけないっていう風にね、戸惑っている、行き詰まりを感じているんだっていう方もいると思います。今この現状で見る限りは、目標に向かってどのように進んでいいかわからない、立ち止まっている、振り返ってみて自分の進んできた道が合ってるのかどうかっていうところで、今立ち止まっている方いらっしゃるのかなと思いました。そして今回はジャンルを幅広く見ていますので、もちろん人間関係や恋愛、そしてお仕事のことなど様々なジャンルで今あなたの現状を抜けていくための、大逆転するためのね、流れを見ていっていますので、それぞれの状況に当てはめてご覧ください。では続いてね、見ていきましょう。何がどのように変わっていくのかっていうと、あなたの中で完璧でなければいけないっていう風に思っていたんじゃないかなと思いました。時間を気にしていたり、時間厳守とかね、ここまでに、期日までにやらなければいけないとか、自分の気持ちを押し込めてまでなんとかやろうっていう風に頑張ってらっしゃる方がたくさんいるのかなっていう風に感じています。で、そしてバランスを崩している方々もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
焦り、心配、不安からくるバランスの乱れですね。もしかしたら忙しくてなかなか眠れていないよとか、ご飯食べ慣れていないよっていう方もいるかもしれませんし、人間関係のバランスが崩れているっていう方もいらっしゃると思います。常に完璧でいなければいけない、これはこうでなければいけないというふうに自分自身をどこかね、頭ガチガチになっていたんじゃないかなと思います。それが変わるよっていうふうに出てきています。あなたが一生懸命頑張ってるんですよ。本当に一生懸命今まで自分が取り組んで決めてきてやってきたんだって、厳しい現状があっても切り抜けていきたいから、自分は一生懸命本当に努力してここまで取り組んできたんだっていう風にね、出てきている、戦っているんだよっていうのがね、出てきてるんですよね。はい、なのですごくその努力が認められなくて苦しい思いをされたっていう方もいるかもしれません。いつの間にか自分の心の中に閉じこもってしまって、気持ちをうまく表現できていなかったり、素直になれていなかったり、お相手に自分のお気持ちを伝えられない、そんなようなことを考えている方もいると思います。だけど自分は完璧じゃなくてもいいんだって、あなたの心の中の声に耳を澄ます、この看護からもう出てきてもいいんですよ。本当に自分の閉じ込めてきた思いとかお気持ち、感情っていうのを溢れさせていってください。我慢することはありません。はい、今まで欲しいものに向かって進んできました。頑張ってきたんです。戦ってきたんですが、なかなか結果が出なくてもどかしいと思っていた。いつの間にか殻に閉じこもってしまったんですね。それが大きく変わっていきます。あなたが心の中を開かせていくことで、そのことで自分って完璧じゃなくていいんだ。いい人でいることだけが全てじゃないんだっていうふうに気づくでしょう。足りないところがある。ネガティブな思いを持っている自分も自分なんだっていうふうに受け止めていくことができるでしょう。そうすることであなた自身の価値観が変わるきっかけが訪れていきます。あなたの価値観が変わっていく。ね、自分がもっとねプラスに考えてもいいんだとか、本音を出してもいいんだとか、自分の今まで抱えてきた悩み、ネガティブな思いとかもね吐き出していっていいんだとか、自分の中でそれを認めていくことでバランスが取れていきます。それは周りとのバランスかもしれません。人間関係かもしれませんね。もちろんあなた自身の心が落ち着いていくっていうのもそうです。自分自身の気持ちが落ち着くことが今の現状を大逆転するきっかけとして出てきています。はい、そのようにお気持ちが落ち着いていくと、じゃあ結果どうなっていくのかというと、完璧にこなす必要がないっていうふうに自分自身が楽に感じるようになっていきます。そして心の中に閉じ込めた感情を出してもいいんだっていうふうに思うこと、自分を恐れずに、これが大きく変わることです。今まで怖いっていうふうに思っていたかもしれません。なるべくだったらリスクを負いたくない、失いたくないものがあるから、手放したくないものがあるから、だから自分の気持ちを押し込めていたんだ。そんな風に感じます。ですが、自分自身のバランスが取れていくこと、そのことで周りとの調和も取れて、自分が本音で話し合えるような相手が見つかるかもしれません。自分の中で大きく気持ちが変わっていくでしょう。物の見方も変わっていきます。そしてどうなっていくか、めちゃくちゃポジティブなカードが入っています。対人関係、人間関係、それらが調和が取れていきますし、愛が始まっていきます。今恋愛関係でお相手との距離感だったり、自分のお気持ちを素直に伝えられなかったり、またはネガティブな思いでいっぱいになっていた方っていうのは、お相手とバランスがうまく取れていって、実りある豊かな日々を送ることができるでしょう。あなたの五感が磨かれていく時でもあります。自分の思いを綴ってみてください。実際に文字に起こしてもいいです。綺麗な風景を写真に撮る、好きな音楽を聴く、何でもいいです。美味しいご飯を食べる、自分の心の栄養になることをやってみてください。そうすることでもっともっと自分の心に余裕が生まれてきます。もう実際に愛が始まっていくよっていうのが出てきていますので、恋愛関係だけではなくて、これは対人関係にも言えると思います。あなたが周りの人に優しく接していける、そしてその優しさが返ってくる、このような循環がうまく行われていくでしょうというふうに入っていますね。はい、とっても素晴らしいです。
本当に今まですごく頑張ってきた、その結果が欲しい、いつも完璧じゃなきゃいけない、こうじゃなきゃいけないっていう自分から抜け出すきっかけがもう間もなくやってきます。ではそのきっかけはいつやってくるのかというのを出していきましょう。ではね、トランプから時期を出していきます。具体的な時期を出していきましょう。それはいつ訪れるのか、あなたが変わるきっかけですね。と数字でもらっていきます。1枚出てきていますので、これをもらっていきましょう。5番っていうのが出てきていますので、この5のつく日ですね。もしくは5週間後、大体の目安として5週間後というのを捉えてください。もしくはね、このつく日ですね。はい、このように入ってきています。時間帯としては、もしかしたら朝の時間帯かもしれませんね。あなたの苦しみから抜ける時がもうやってきます。環境がやはり苦しかったっていう方がね、多いんじゃないかなと思います。その環境に一生懸命抗っていた、戦っていたんだけど、負けそうな気持ちっていうのをね、押し込めていたのかなって、そのせいでバランス崩れていたのかなっていう風に出てきていますが、その厳しい環境から抜け出す時がもう間もなくやってくるよっていうのが出てきています。お疲れの方いらっしゃるかもしれませんね。ここは栄養をよくとってください。心の栄養ですね。自分を甘やかせてもいいんだよっていうところを自分自身に言い聞かせてみてくださいね。これがアドバイスとしても入ってきています。そしてその他にもアドバイスをもらっていきましょう。もう少し細かく見ていきたいので、気になるところにルノルマンカードをもらっていきます。だいたい今あなたが戦っていて苦しかったとか、そういう現状が変わっていくっていうのはね、具体的な数字とかも出してはいってるんですが、もう少しではね、どういうことをしたらいいのかっていうところをもらっていきましょう。ある日突然自分自身の心が開かれていくってことはないと思うんですよね。で、自分で意識するってことも大切だよとは入ってきてるんです。自分の気持ちに素直になっていいよ。扉を開けて自分の心の中の本当の豊かさっていうのを表現していこうっていうのも出てきていますが、他にアドバイスもらっていきます。はい、ここと、あと今の現状ですね。それに対してもアドバイスをもらっていきます。ではこのあたりでね、もらっていきましょう。まずは今の現状に対してのアドバイスとしては、雲のカードですね。混乱も不安も流れる雲のようなもの、見えないことを嘆かないでという風に入ってきています。やはり苦しかったとか、責任を強く感じることがあったのかなと思います。そして雲なのでモヤモヤしているものがあったんじゃないかな。涙を流していたり、心のモヤモヤが晴れない、それを何とかしようと思って自分で頑張ってきたんだけどっていうね、ところが出てきています。もうでもこのモヤモヤ晴れていくからねって、あなたの中に閉じ込めてきた思いっていうのを解放していきましょう。すごいガードのカードが入ってきてる。恋愛関係で今ご覧になってる方多いですかね。大好きだよ、楽しくて笑い転げちゃうくらい世界は喜びにあふれている、そのことに気づくんだよってことが出てきています。あなたが愛情表現を周りに示していくこと、あなたが自分のお気持ちですね、閉じ込めていたんじゃないかなっていうところが入ってきています。好きだよっていう気持ちを閉じ込めていたってね、いう方もいると思いますし、好きな思いを抱えたまま今の逆境を乗り越えていこうっていう風にすごく戦っていたんだっていう風に出てきていますね。このあなたのお気持ちが叶う時がやってきますね。はい、とても素晴らしいカードが入ってきています。あなたが伝えていくことが大事だよっていうのが入ってきていますね。恋愛関係でご覧になっていない方でも、あなたが楽しいこととか笑うこと、笑顔になること、喜べることっていうのをやってみてくださいっていう具体的なアドバイスも入っています。もちろんあなたの好きとか喜びを言葉として表現することもすごくいいですね。はい、これが変わっていく、あなたの中に閉じこもっていたものっていうのはあなたのお気持ち、ハートなんだよっていうところが出てきています。これが具体的に解放されていくでしょう。気持ちを伝えること、どんなことでも構いません。自分が嬉しいな、楽しいなって思うことを表現していくことで、どんどんと変わっていくでしょうっていうのが入ってきています。恋愛関係が大きくね、一歩踏み出せるよっていう方もいるかもしれません。
ここのカードがすごくいいカードなので、あなたの中で楽しいこと、嬉しいこと、いろんなことがこれから待っているよっていう風に入っているんですよね。それはあなたの手から生み出されていくものもあるでしょう。周りからもたらされるものもあるでしょう。ただ、周りからもたらされるものだけではなくて、自分の心を開いていくからこそなんだよっていうのが出てきてるんですね。はい。そしてオラクルカードからもね、アドバイスもらっていきます。それではオラクルカードからもらっていきます。今の現状大きく変わっていきます。苦しい気持ち、苦しい現状、これらが抜けていく。大好きだよっていうカードが入っていますので、あなたのお気持ち伝わっていくんじゃないかな、周りの方々に。もちろん好きなお相手にもあなたのお気持ちが伝わっていく。中には失恋するのが怖いとか、お相手から冷たい反応を取られたらどうしようっていう風に感じていた方もいたかもしれません。石橋を叩いて渡るかのように慎重になりすぎていたっていう方もいるかもしれませんね。ご自身の中で葛藤されていたっていう風にも感じられます。失うのが怖いっていうのが一番の恐れとして入ってきていますし、自分が完璧じゃなきゃいけない。それは好きな人の前でかもしれません。こうじゃなきゃいけないとかね、いい人であるべきだっていう風に自分の中で制限をかけていたのかもしれませんね。それが今外れていきます。はい、ではアドバイスもらっていきましょう。はい、セルフラブ、自分を愛してくださいっていうのが入ってますね。本当に自分の心の中のお気持ちをこれから周りに出していく、示していく時がやってくるんだよっていう風に入っています。自分を大切にしてくださいねって、自分の心の声を聞くこと、自分を優しくすること、まずは自分自身の心を癒すことだったり、自分が楽しいなとか思うことやってみてくださいねっていう風にセルフラブのカードが入っています。あなたが自身を愛してあげてくださいねっていうのが出てきています。そしてこちらのお選びいただいたオラクルカードからもメッセージを一緒にもらっていきましょう。あなたの願いを実現させるために今必要なものがあります。それは何？それはあなたの心の中の宇宙です。心のエネルギーです。あなたの心の中、大きな広い心、これがとても大事なんだよってところが出てくるんですね。1番をお選びいただいた方っていうのは、今あなたの心、気持ち、感情、これらに目を向けてみてください。素晴らしいエネルギーが眠っています。あなたのお気持ち一つで現状が大きく変わっていくでしょう。今までうまくいかなかったものも大逆転していきます。大きく変わっていく。はい。もう周りの環境がどうとか、あの人がこうだからとかああだからとかじゃなくて、1番をお選びいただいた方というのはあなたの心の中に全て詰まってるよっていうのが出てきています。もちろん心の詰まりを解放させていくことっていうのも入ってきていますので、これも参考にしてください。素晴らしいですね。気持ちがすごく軽くなるんじゃないかなっていう風に出てきていますよ。はい、いろいろやってみてください。ご自身の心が喜ぶこと、もやもやしている思いとかプレッシャーからも解放されていくでしょう。ということで、こちらの1番をお選びいただいた方のリーディングを終わらせていただきます。いいですね。調和も取れていきますので、この自分自身のバランスとか周りとの調和が取れてきたなっていう風に感じる時が変わるきっかけだよ。それは5のつくタイミングでやってくるよという風に入っていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、コメントや高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あなたが今の現状から大逆転をするとき、それはどんな大逆転になるのかというのを見ていきます。今回は幅広いジャンルで見ていきますので、お仕事で悩んでいる方、対人関係で悩んでいる、恋愛がうまくいかない、どのような状況の方でもご覧いただくことができます。はい、では見ていきましょう。こちらのオラクルカード、最後にメッセージをもらっていきます。今回はオラクルカードを使って展開していきます。カードは正位置で採用していきます。すでにシャッフル済みなので、また軽くここでシャッフルして並べていこうと思います。
こちらから今の現状、原因とか、あとは変わるきっかけ、どのように変わっていくのか、そして最終的な結果や対策などももらっていきます。ではもらっていきましょう。はい、出てきています。こちらのカードね、すごく気に入ってるんです。絵柄がすごく好きかな。お、双子のカードが入ってきていますね。そしてね、アーチャーも入ってます。上の方が結果と対策です。そして中段がどのように変わるのかっていうことと、下が今の現状とかお気持ちっていうのを見ていっています。まず現状から見ていきましょう。もちろんカードの意味も取っていくんですが、今全体的に感じることとしては、あなたが今対人関係で悩んでいることがあるんじゃないかなと思いました。対人っていう感じがします。またはそうですね、対人でなければ今ご自身が取り組んでいることかもしれませんが、中には喧嘩しちゃったなとか、あの人とうまくいっていないんだよねとか、自分の恋人と今うまくいっていないっていう風に、やはり誰かが絡んでくるのかなっていうのが入ってきていますし、今あなたがそのことで怒っているのかなっていう感情が爆発しそうなんだよねっていうところが出てくるかなと思います。感じられますね。今あなたが爆発しそうだって、この思いを抱えきれないっていう風に出てきているんですね。タイミングを逃してしまったからだという風に入ってきています。あなたの狙い通りに物事が運ばなかった、期待通りにうまくいかなかったんじゃないかなっていうのが出てきています。自分でこういう風に思って動いてみたんだけど思うような結果が得られなかった。あとはお相手にぶつかっちゃったよっていう方もいますし、逆にね、ぶつかってこられて困っちゃったなっていう方もいると思います。あなたが狙っている通りにいかなかったのか、またはあなたの痛いところを突かれたのか、それであなたが今気持ちが爆発寸前ってところに来てるんじゃないかと思っていますね。そのように感じます。責任感を強く感じている、期待と責任がどちらもあるっていう感じです。ここはこうやってやっていかなきゃっていうね、責任もあるし、あとはこうなりたいなっていう期待、それがタイミングがうまく噛み合わなかったのかなっていうふうにあなた自身が感じてらっしゃるのかなと思いました。タイミングを待ちすぎてしまったのか、待っていて動けなかったのか、あの時動けばよかったんじゃないかなっていうふうに後悔しているのか、またはタイミングを逃してしまって、なんか判断をね誤ってしまったなっていうふうに感じてらっしゃる方多いのかなと思います。自分自身への怒りかもしれませんね。なんであの時動かなかったのかなっていうふうに自分で自分を追い詰めている方もいるかもしれません。はい、ただここから上っていうのがどういうふうに変わっていくのかっていうのを見ていくんですが、人間関係が良くなるよっていうのが全体的に入ってくるんですね。それはやはり対お相手っていう感じがしたので、恋愛関係なのかなっていうふうに感じました。もしくは仲違いしている人と仲直りできるよっていう風に入ってきています。連絡がうまく取れなかった、なんかもつれかけた糸が再びまた一つになっていくというかね、ほどけているものが綺麗になっていくっていうようなイメージが入ってきています。詳しく見ていきましょう。どんなきっかけでどのように変わっていくのかというと、まずきっかけ見ていきましょう。そうですね、あなたが成長することがまず一つ大逆転へ向けてのきっかけだよというのが出てきています。自分のお気持ちをよく見ることっていうのも入ってきていますし、そしてそうですね、やはりお相手っていうのがどうしても入ってきてしまいますので、もちろん恋愛関係じゃなかったとしても対人みたいな感じで入ってくるので、その方とのことでうまくいかなかったこと、もつれていたものが綺麗にほどけていって結ばれていくっていうのが感じられます。
まず自分自身を守っていくことっていうのが変わるきっかけとして入ってくるかなと思いますね。それは自分のお気持ちを大切にすることというふうに捉えていただくといいかもしれません。ご自身の中の希望、光というものに目を向けてみてください。今怒りとか、そうだな、心配だとか不安な思いとかで爆発しそうなんですって、抱えきれない思いがあるんですっていう方も、落ち着いてゆっくりと本当は自分が何を狙いたかったのか、どのタイミングで動けばよかったのかじゃなくて、自分は本当はどこに焦点を当てたかったのか、何を望んでいたのかってところを落ち着いてゆっくりと考えてみること、これがまず変わるきっかけですね。すごく素敵なカードが入ってるんですよね。ここに双子のカードが入っています。そうだな、わかりやすく言うと、運命のお相手とかツインソウル、ソウルメイトというふうに捉えていただいてもいいと思います。喜びを分かち合えるようになっていくよっていうのが入ってきています。あなたが成長すること、自分自身を見つめて自分のお気持ちとか自分の目標っていうのを再確認することで、あなた自身が成長していきます。そして自己表現がとてもうまくなりますね。素直になれるとか、そうですね、はっきりと意思を表現できるっていうところもあると思いますし、自分から動いていくことっていうのもできると思います。あなたが素晴らしい表現をすることができるでしょうっていうのが入ってくるんですね。これが変わるきっかけです。これが大きな成長へつながっていきます。自分を表現することだったりとか、お相手と喜びを分かち合っていけるようになっていきますよ。はい、自分を見つめることで成長を遂げることができるでしょう。そのことによってもつれた関係っていうのも綺麗にというかね、あなたの思うようになっていくでしょうし、強い結びつきなのかもしれないしね、あなたが今どんな結びつきを望んでいるのかってところですね。これが思う通りにいくし、喜び分かち合えるよっていう風に入ってきています。そのことでどんな大逆転が起こるのかというと、もちろん自分自身を表現できることっていうことで、ここで大きく変わってはきているんですが、喜びをね分かち合うことっていうのも入ってるんですが、自分で自分の物事を決めることができるとか、タイミングをもう逃すことがない、そしてあなたが思った通りに動くことができる、あなたのお気持ちが熱いうちに動くことでチームがまとまっていくよっていう流れが入ってきています。今回このように2つの手とか、この2羽の鶴、双子のカードが入っていることで、最後ねこのように握手で終わっていくので、このやはり対人関係だったりとか、お相手がいらっしゃるのかなっていうふうに私は感じました。あなたが自分自身の心を見つめ直して落ち着いていくことで、2人のバランスが取れていくとか、お二人の気持ちが通じ合っていく、そしてね、関係性も良くなっていくっていうのが入ってきていますね。これをもし対人関係で見ていないよっていう方であれば、あなたのお仕事の契約がうまくいくことだったりとか、自分自身のバランスがうまくいくよ、整っていくよってことにつながってくると思います。そしてあなたが今だと思った時に行動すること、アクションに起こすことが一番大事なんだよってことが入ってきています。大事なんだよというか、そのように動けるようになっていくっていうのが正しいかな。今まで躊躇していたこととかがスパッと決断して動けるようになっていくんだよって、それがあなたの成長です。今までもどかしさを感じていたかもしれませんね。自分自身責めていたのかな、期待通りにならなくて、なんで自分ってこうなんだろうって思っていたこと、どうしてタイミングうまくつかめなかったんだろうっていうことに対して、あなたがもう自分から動いていける積極性を持てるようになっていくよっていうのが出てきています。そしてこのあなたのお気持ちがね、熱いうちに、この鉄熱いうちに打てっていうじゃないですか。熱いうちに自分のお気持ちを表現していくことで、より良い形になっていくよって、あなたの好きな形にしていくことができますっていうのが入ってきていますので、ためらうことなく動いていくことがこれからできるんじゃないかなと思いますね。お相手と喜びを共有していけるっていうカードが入ってきていますので、すごい
大変化ですよね。そして自分でうまくことができるっていうのがある。お相手と結びついていける。中には対人だけではなくて団体として捉えている方もいるかもしれません。仕事が好調になる、会社の人たちとうまくチームワークが取れていくってこともそうです。あなたが動いていくこと、そしてリーダーシップを取っていくことで周りを導いていくことができる、より良い方向へ自分が持っていけることができるっていうのが入ってきているんですね。素晴らしい。そしてここに補足的にルノルマンカードをもらっていきます。では何枚かもらっていきましょう。はい、ここと、そうですね。あとは1枚、もう1枚全体的なアドバイスとして1枚もらっていきます。そしてオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。より良いね、引き寄せのためのアドバイスもらっていきます。私の中ではもつれていたものが、そうですね、ほどけかかっていたものがまとまっていくっていう風に感じるんです。抱えてきた思いっていうのをあなたがうまいようにお相手に伝えることができる。ぶつけるとかじゃなくて、怒りのままにとかネガティブな感情をぶつけるとかではなくて、もっと伝わりやすいやり方で伝えることができるようになるんじゃないかなというふうに感じています。そのような方法、やり方を見つけるのか、自分自身が心に余裕を持って動くことができるのか、いずれにしろあなたの成長につながっていくことが今出てきますよっていうのが入ってきていますね。そしてアドバイスのカードをもらっていて、ではいつ頃そのきっかけが訪れるのかっていう具体的な時期も出していきましょう。では時期はトランプからもらっていきます。だいたい何週間で見ようと思っています。時期としてははい、もらっていきます。6です。6のつく日、もしくは6週間後にそのきっかけがやってくるでしょうというのが入ってきています。喜びを分かち合うシェアのカードが入っているので、いいですね。あなたのお気持ちを分けていく。もちろん分け与えるだけではなくて、向こうからも同じように返ってくるでしょうっていうのがね、入ってきています。ではもうちょっとね、具体的にもらっていきましょう。実際変わるきっかけのところで雲のカードが入ってきています。混乱も不安も流れる雲のようなものです。見えないことをいつまでも嘆かないでというメッセージが入っていますね。いろいろモヤモヤを抱えていたり、悩んでいたり、苦しかったりする思いが今あると思います。それらを晴らしていくために、今自分のお気持ち見つめてみてください。本当に自分が何がしたいのか、何を伝えたいのかっていうたった一つのことで構いません。自分の中の希望ですね。期待していることとか、自分の光っていうところに目を向けてみてください。明かりを灯してねっていうのが入ってきています。そしてアドバイスのカードとして、素敵、すごいですね。あなたの喜ぶことやるのが一番いいのよっていう風に出てきています。開放感に包まれましょうっていうカードですね。こちらの太陽の下、あなたが両手を広げて、もう空気いっぱい吸い込んでください。深呼吸する、リラックスする、楽しいことするっていうのが一番ベストだよ。エンジョイしてね。そのことからあなたが喜びのエネルギーを吸収することができるからねっていうのが入ってきています。めちゃくちゃ笑顔になっているこのカード、いいですね。本当に太陽のように輝いていける温かい存在になっていくよっていうのが出てきています。素晴らしい。そしてもう一枚ユリのカードも入ってきていました。周囲とのバランスがいいです。
つつましく純真なあなたはとっても素敵です。どうか秘密は秘密のままでというカードも入ってきていますね。あなたの胸に秘めた思いっていうのがあるかもしれません。そこに今目を向けてみましょう。焦点当ててみてねってことですね。そしてこれから先、周りとのバランスが良くなっていく、チームワークが良くなっていくっていうカードとちょっと似てますね。チームワークっていうのは、お相手とあなたの2人の関係かもしれないし、団体ですね、グループってことも言われているかもしれません。バランスが整っていきます。はい、あなたは素敵ですよっていうのが入ってきていますね。素晴らしい。そしてこちらのお選びいただいたオラクルカード、こちらからもメッセージをもらっていこうと思います。何かね、自分を抱きしめているような絵柄のカードですね。これはあなたは尊い、てーてーっていうカードですね。てーてんだよっていうことが言われています。今自分を愛することです。自分自身愛してください。ぎゅって抱きしめてくださいね。もう辛いことはない、悩むことはないんだよ。これから変わっていく。どのように変わるのかっていうのは、対人関係ですね。愛する人かもしれないし、誰か、あなたの今思い悩んでいる方とうまく調和取れていくよってことが出てきているので、今安心して自分自身を温めてくださいねっていうのが出てる。そして自分が喜ぶことやってね。開放感に包まれること、ストレス発散になること、自由になることやってねっていうのが具体的なアクションとして出ています。とにかく毎日楽しむことだよ。いやいや、今毎日楽しめるような状況じゃないんだよ。そういう気持ちじゃないんだよ。落ち込んでるから無理にそういうポジティブに持っていかないで、そんなこと言わないでっていう風に自分自身ぎゅっと閉じこもっている方もいるかもしれません。でも無理にポジティブっていうワードを出さなくても大丈夫。自然の流れに身を任せることっていうのもとても大切です。自然を感じてください。日の光を浴びる、深呼吸する、落ち着いてリラックスする、それだけでいいんです。自分が無理して何かやんなきゃ、楽しいことやんなきゃっていう風に思わなくても大丈夫。おのずとあなたは開放的にリラックスできるでしょう。そうなると楽しいことどんどんやりたくなるよっていう風に入ってきています。まずはぎゅっと自分を抱きしめて、今までこの気持ち抑えてきた自分偉いねっていう風に言ってあげてください。もしくはもうすでにね、爆発しちゃったんだっていう方も後悔しなくて大丈夫。これから自分の光に向かって歩んでいくために、まずぎゅっと抱きしめてくださいねっていうのが出てきていました。はい、幸せを分け合うことっていうのも入ってますので、この6っていうのも注目してください。以上、こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回のテーマは、あなたが現状から大逆転するとき、どんな風になっていくのかというのをテーマで見ていきました。こちらリクエストいただいていました。ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はリクエスト企画です。リクエストありがとうございます。あなたが現状から大逆転するとき、それはどんな大逆転となっていくのかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。今回は、ジャンルを幅広く取っていきます。恋愛でお悩みの方、対人関係やお仕事、夢目標、取り組み、何でも構いません。今のあなたの現状、思い悩んでいることが変わっていくときはどんなタイミングなのかっていうのを見ていきます。では、オラクルカードで今回は展開していきます。もうすでにシャッフルしてあります。で、オラクルカードを正位置で採用していきます。また軽く切っていって並べていきます。はい、では見ていきましょう。現状どのように変わっていくのか、そして結果と対策っていう感じでもらっていきます。はい。ウォーカー、そうですね。包丁、はい。こちらがどのように変わっていくのかってことですね。
して最終的に大逆転、どのようになっていくのか。いいですね。すっごい大逆転。キングのカードも対策で入ってきています。はい、ということで見ていきましょう。ではこの7枚から、見ていきましょう。現状お辛いのかなっていうのが伝わってきます。もやもやしていたり、涙を流しているっていうのが入ってくるんですね。すごく傷ついたことがあった、ショックなことで今立ち上がれないっていう方がこれを見てらっしゃるのかなと思いました。自分自身で自分をケアするしかないんだ、自分の心の傷は自分で癒すしかないんだっていうのを分かっていても、なかなか抜け出せない、助けが欲しい、愛してほしいっていうのが入ってきています。中には恋愛関係でご覧になっている方もいますし、自分の夢に向かって頑張ってはいるんだけど、例えば誹謗中傷があって自分が傷ついてなかなか立ち上がれないんだっていう方もいるでしょうし、目標に向かっていっても叶わない、うまくいかないってことで思い悩んでいる方もいるかもしれません。私が感じるのは、誰かから傷つけられたっていうのが入ってくるんですね。自分の期待に向かって取り組んでいるのに、そうですね、なんかうまくいかないことがあったんじゃないかな、誰かから何か言われたとか何かされたとかで、お相手に冷たくされたっていう方もいるかもしれません。一生懸命自分の心に包帯を巻いて今ケアしてるんだよ、だけどこの心の涙って止まらないんだ、苦しいんだっていう風に感じてるっていうのが入ってきています、迷ってる、願ってることがあっても願い通りにいかないから、傷ついた心を、痛みを抱えながらなんとかやってるんだっていうところが入ってきています。すごく痛い、胸が痛いなっていうのが伝わってきます。はい。そしてそれがどのように変わっていくのかっていうところも見ていきましょう。これから先、今の現状すごく辛い、痛いっていうのが入ってくるんですが、これから先の未来っていうのがめちゃくちゃいいんですよ。変わっていく、はっきりとあなたが逆転していくっていうキングのカードが入ってるんですね。運命は自分で切り開いていく、変わっていくから安心してっていう風にズバッと入ってきていますので、迷いの中、苦しみの中、痛みの中の今の現状がガラリと変わっていきます。ではどんな風に変わっていくのかっていうのを見ていきますね。まずはここに楽しいことっていうのがこれから入ってきます。お祝い事っていうのが入ってくるので、あなたにとって嬉しいことです。はい、いやいや何かお祝い事に参加しなきゃいけないとかそういうことではありません。あなたの気持ちが和らぐようなことがこれから訪れるでしょう。そしてそれがタイミングよく入ってくるんですね。これがきっかけです。そういえば最近出かけていなかった、家の中で閉じこもってうつうつしていたよっていう時に、お友達とかご家族から声がかかるっていうのが入ってくるんです。もしくは仕事仲間だったり、あなたがいつもチーム、仲のいい家族っていう風に感じてらっしゃる方々の中からお誘いもらうよっていうのがきっかけとして入ってきています。ちょうどいいタイミングでお誘いもらうっていうのがありますね。なのであなたもこの今のお気持ちから抜け出せるタイミングっていうのがはっきりとわかると思います。あ、これだっていう風に思うと思うんですね。直感っていうカードも入っていますので、あなたの思った通りにこれからやってみてね。きっかけだっていう風に思ったらそれが本当のきっかけだよ。タイミングがやってきたって思ったんだったらそれが本当のタイミングだよっていう風に感じた通りに変わっていくきっかけがつかめるよっていう風に入ってきています。直感に従うことが一番大事。そして家族やお友達っていうワードが入ってきますので、いずれかの形で仲間からお誘いが入ってくるんじゃないかなと思います。今の現状を乗り越えるために助けてくれるような存在がいるからねってところが入ってきています。今まで一人で抱えていたことあるんじゃないですか？誰にも言えない秘密にしていた思い、傷ついていることを周りに気づかれないように頑張っていたかもしれません。でももう自分で自分の怪我を手当てすることはない。みんなに頼っていけるよっていうのが入ってきています。では
大逆転どんな風になっていくのかっていうと、すごい熱い気持ちが蘇ってきます。決してくじけないんだぞっていう風にあなたが感じる、そのきっかけになるようなヒントを手にすることができる豊かなものですね。とっても豊かなもの、実りあるものに向けてあなたが一つ大きな一歩を踏み出すとか、成果を残すことができるっていうのが入ってきていますね。お知らせが届くのかもしれません。手にすることができるよう変わっていく大逆転のカードが入っているので、自分の直感に信じて動いていくことで、あなた自身が大きく切り替えて変わっていくことができるよ。もちろん周りからの協力があってこそなんですが、でも最終的に変えていくのはあなた自身。そして受け取るものも大きくあるでしょう。今のモヤモヤしている現状とか傷ついていることがガラッと変わるっていう風に感じてください。ではそれは一体いつ、どのタイミングで訪れるのか、まずね、変わるきっかけの時期もらっていきます。具体的な時期を出していきましょう。今の現状変わるきっかけ、何週間後でもらっていきます。孤独感から抜け出していくっていうように入ってくるんですね。はい、3のカードですね。スキルのカード。まず3という日、もしくは3週間後というのが数字です。変わるきっかけをつかめる数字ですね。やはりそこには周りの人との協力っていうのがあるかもしれません。あなたの中の技術が上がる時っていうのも入ってきていますので、このきっかけを通してあなた自身が成長していく、学んでいくことがあるんじゃないかなと思います。それによってつかめるものもあります。周りと協力すること、周りと話をしていくこと、コミュニケーションをとっていくことっていうのも重要なワードとして入ってきていますね。はい、あなたは一人じゃないんだよってことを感じる瞬間がやってくるのかもしれません。みんなで一つになって物事を進めていくようなことがあると思います。ではもう少しノルマンカードで詳細を出していこうと思います。あなたが受け取るもの、もう少し具体的にもらっていこうと思います。そしてそうですね、変わるタイミング、きっかけ、そのあたりにも1枚もらおうかなと思います。ではここに1枚とここに1枚もらっていきましょう。そしてアドバイスカードです。オラクルカードから好転へ向けてのアドバイスもらっていきます。今の現状から抜け出すために日々どういうことを行っていけばいいのかもらっていきましょう。大逆転っていうカードがズバリ入ってきていますので、自分自身のコントロールができる。あなたの運命はあなたにしか操れない。誰にも操れないんだよ。あなたの人生だからあなたが生み出していくんだよっていうのが出てきています。そして決して諦めることなくこれから取り組んでいける。なのでもしかしたら今諦めかかっているとか、もうダメなんじゃないかって思っている方もいると思います。それがやはり諦めずに頑張ってやっていこうっていう風な強いお気持ちに変わっていくよっていうのが出てきています。まずこの経過段階での1枚もらっていきましょう。レディー。はい、あなた自身です。またはあなたが心を知りたい女の人とはあるんですが、この場合はあなた自身だよっていうワードで取っていきます。あなたのお気持ちが一番大切。これからあなたにとってタイミングとか、あとはきっかけっていうのが分かりやすい形で届いてくると思います。直感っていうカードが入っていますので、ビビビってくることなんですよ。それがテレビから流れてくるとあるタレントのセリフだったり、ドラマのワンシーンだったり、ラジオから流れてくる音楽かもしれません。何かのフレーズを通してあなたに見えない世界の見えないエネルギーが見える形として、聞こえる形として届けられるってことが、これが直感ってことですね。はい、もしかしたら夢のお告げがあるのかもしれません。あなたがふわっと降りてくることかもしれませんね。
いずれかの形であなたに良いエネルギーが注ぎ込まれていくでしょう。そのヒントをあなたは見逃すことがありません。これが直感です。はい、なので自分のお気持ち大事にしてください。その時のひらめき、そして受け取ったもの、感じたものっていうのをその通り行ってみてくださいねっていうのが入ってきています。そして何を受け取るのかってことでアンカーのカードが入っています。しばらくここにいます。周りが変わっても何のそのマイペースが強みですという風に入っているカードなんですね。怒りのカードは強い絆、固い絆とかね、信頼関係っていうのも表していますし、またはお仕事のカードでもあります。今お仕事でご覧になっている方っていうのは大きな大成功、あなたの大逆転っていうのが入ってますので、今の苦しみから大きく変わっていくよってことが入っていますし、そこには信頼関係が関わってくるでしょう。またはその信頼関係は強く結ばれていく。対人関係や恋愛関係でご覧になっている方っていうのも、お相手との約束、しっかりとしたものがあなたにもたらされるでしょう。または絆を感じるような瞬間が出てくるんじゃないかと思いますね。そしてその絆を感じて、では自分の目標に向かって諦めることなく頑張っていこうっていう風にあなた自身が切り替えてやっていけるし、そして自分の人生、自分の運命は自分で切り開いていくんだっていう風にあなたが強く感じるんだよっていうところが入っています。ではメッセージもらっていきましょう。力のカードが入ってきていますね。強くいましょう。あなたの強い意志っていうのが大きなワードとして入ってきています。お気持ち強く保てるようになっていきます。そのように入ってきていますね。そしてあちこちいろんなヒントがあなたのところにやってくるかなというふうに入ってきています。受け取るものやはりあるのかなと思いますね。それは見えないところからのエネルギーかもしれません。あなたがより強くなる、心に一本芯が通ったり、周りを思いやる強さ、いろんな強さの形とかエネルギーっていうのがあります。周りを包み込むような強さだったり、自分を信じて揺るがないお気持ちの強さ、お相手を愛する強さ、いろんな強さがありますが、あなたの中の強さっていうのが見つかっていきますよっていうのが入ってきています。受け取るものこれからあるから、今の現状に諦めることなく、嘆くことなく、そしてゆっくりとリラックスしてねっていう風に入ってきています。どんな障害があってもこれから乗り越えていけるようなお気持ちに切り替わっていくでしょうっていうのも入っていますし、お選びいただいたこちらのオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。まずは毎日楽しむことを忘れないでくださいねっていうのが一番入ってきています。リラックスすることっていうのもね、ありますね。感謝をすればするほどあなたの美しさ、心の中の美しさというものが外見やあなたの周り、あなたを取り囲むエネルギーとして美しさが現れていきます。はい、周りに感謝していきましょう。もちろん自分自身にも感謝していきましょう。失敗してもいいんです。傷ついた自分を癒す。だから今はゆっくりしたい。それでいいんです。はい。それが自分を変えるきっかけにもなりますし、自分自身を見つめることっていうのは自分を感謝することにもつながっていきます。まずは自分を感謝して、そして周りに感謝の気持ちっていうのを伝えてみてください。これもアドバイスとして入っていました。そうすることであなたを取り囲むエネルギーがどんどんと美しいものに変わっていくでしょう。全く今の状況から変わっていくよっていうのが出てきていますし、それはあなた自身だよってことも入ってきていました。はい、そして変わるきっかけは3のつく日もしくは3週間後です。こちらも参考にしてください。以上、こちらが3番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回はあなたが今の状況から大逆転するとき、それはどんな風に変わっていくのかというのをテーマに見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。